皆さん、こんばんは。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間ですよ。私たちみさきとのぞみがお届けします。いつも聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。この間、チャンネル登録者数が100人を超えました。わーい！嬉しいです。これからもゆるーっと続けていくので、よかったら聞いてくださいね。もっと日本のいろいろなことを伝えられたらいいな。今日のテーマなんだけど、のぞみ。何？日本人って周りに合わせる人多いと思う？どうだろう。ほら、すぐ空気読むし。読む。みんなと同じが安心みたいなとこない？それはある。めっちゃある。でしょ？でね、私そういうの和から来てるって思ってたんだよね。和って和食の和？そうそう、その和。和食とか和菓子とかのあの和？でもあれって日本のって意味じゃないの？私もずーっとそう思ってた。だよね。でもね、調べてみたら和ってそれだけじゃなかったの。何？気になる。日本そのものを表す意味もあるし、仲良くする、調和するって意味もあるんだって。平和の和だ。そうそう、それ。今日はね、この和を一緒に楽しく掘っていきます。いいね。でね、まずは日本そのものっていう意味から。昔ね、和って日本のことを表す言葉だったらしいの。へー。もともとは違う漢字だったらしいんだけどね。そうなんだ。今の漢字じゃなかったんだ。そうなの。でも意味は日本。じゃあ和食って？そう。日本の料理って意味。ってことは和菓子も和服も和室も全部日本の何々。うわー、全部つながってた。でしょ？なんとなく使ってたのにちゃんと意味があったの。知らなかった。なんかちょっと嬉しい。ねえ。みんなも和食の和、こういう意味だって知ってた？で、ここからが本題。もう一つの意味が、さっきの仲良く調和の方。平和の和ね。そうそう。でね、日本人ってこっちの意味もすっごく大事にしてる気がするんだよね。確かになんとなく揉めたくないって空気あるかも。あるよね。ほら、最初に言った周りに合わせるとか、みんなと同じが安心とか。あれも和だったんだ。多分ね、自分よりその場のみんなを大事にするっていうか。なるほどね。だからこうなるのか。例えば、電車でめっちゃ静かにするとか。行列にも綺麗に並ぶし。そうやってルールを守る人は多い。それってなんでだと思う？真面目なのかな。真面目なのもあるかもしれない。でも私が思うのは、みんながやってるから自分も合わせるっていう考え。確かに場を乱さないように空気を読んでね。そうそう。あとね、これ。大丈夫ですってよく言うでしょ。言う。あれもね、実は仲間なの。どういうこと？例えば、何か勧められていらないとき、いりませんってはっきりは言わないでしょ。あんまり言わないね。日本語の教科書には結構ですとか書いてあるけど。実際は。大丈夫ですって言っちゃう。でしょ？はっきり断るとちょっと角が立つから。そんな感じがするかも。大丈夫ですって柔らかい印象だから便利だよね。イエスにもノーにも使えるし。そう、これも場を大事にする和の言葉なの。へえ、じゃあ外国の人がどっちの意味かわかんないっていうのもわかる気がする。でしょ？でね、ここでちょっと誤解が生まれるの。誤解？外国の人から見ると、日本人ってなんで自分の意見を言わないのって見えることがあるんだって。なるほど。でも、私たちからすると、言わないんじゃなくて、今は言わないだよね。それ、意見がないわけじゃないんだよね。なんかめんどくさいね、私たち。ちょっとめんどくさいかも。でね、和ってただの漢字じゃなくて、昔から日本人が大切にしてきた考え方でもあるらしいの。のぞみさ、この言葉聞いたことあるかな？何？和をもって尊しとなす。有名な言葉だね。子供の頃学校の授業で習った。聖徳太子の時代だから1400年以上前だ。そうそう。これね、単純に仲良くしようって意味だと思われがちなんだけど。なんかそういうイメージかも。仲良くするために空気を読みましょうみたいな。実はね、ちょっと違うらしいの。違うの？みんな同じになろうじゃなくて、むしろちゃんと話し合って、その上で調和しようっていう考え方だったみたい。へー、話し合ってなんだ。そう。だから本来の和ってみんなが同じになることじゃなくて、違う人が一緒にやっていくことなの。それ思ってたのと全然違う。でしょ？空気を読むこと。つまり我慢して合わせることだと思ってたよね。思ってた。でも本当は違いがあっていいの。その上でうまくやっていく。
そっちが和なんだよね。なんかすっごく前向きな言葉だったんだ。でしょ？だからね、私ちょっと考えちゃったんだよね。何を？今の日本人って本当にこの和ができてるのかなって。おー、なんか急に深い話になったね。いや、だってさ、私たち和って聞くと周りに合わせることみたいに思ってない？思ってるかも。空気を読むとか、目立たないようにするとか。そうそう。でも今日の話だと本来は違うじゃん。違う人同士が一緒にやっていくことだったよね。そう。だから本当は意見が違うこと自体は全然悪くないんだよね。でも現実はさ、会議とかでもみんな黙っちゃうことない？あるある。反対ですって言いにくい。でしょ？私も言えないもん。わかる。だから時々思うんだよね。これって本当に和なのかなって。なるほど。もしかしたら揉めないことと調和することって似てるようで違うのかもしれない。それはあるかも。だって本当の調和って意見がないことじゃなくて、違う意見があっても一緒にやっていけることだもんね。確かに。だから和をもって尊しとなすって思ってたよりずっと難しい言葉なのかも。ただ仲良くしようじゃないんだね。そうそう。みんな同じになろうでもないし、ただ我慢しようでもない。ちゃんと話して相手のことも考えて、その上で一緒にやっていく。なんか理想でね。理想だと思う。でもだからこそ1400年以上経った今でも残ってる言葉なのかもしれないね。それはあるかも。もちろん現実はそんなに簡単じゃないけどね。完全に思ったことを全部言うのも難しいし。難しい。それこそ喧嘩になりそう。だよね。だから結局バランスなんだと思う。バランス。自分の意見も大事にする。でも相手も大事にする。その間を探すこと。もしかしてそれが本来の和？ね、私そんな気がするんだ。今日まで和って周りに合わせることだと思ってたな。私も。でも調べてみたら思ってたよりずっと奥が深かった。同じになることじゃなくて、違う人同士が一緒にやっていくことだったもんね。そうそう。だから日本人がよく言う空気を読むとか本音と建前とか。前に話したテーマだ。ああいう考え方ももしかしたら和とつながってるのかもしれないね。なるほどな。もちろん和だけで日本の全部を説明できるわけじゃないけど、ヒントにはなりそう。そう。もし日本にいてなんでこうなんだろうって思うことがあったら、和を思い出してみる。そうすると少し見え方が変わるかもしれないね。なんか今日日本のことがちょっと分かった気がする。嬉しいな。でもね、今日の話って日本だけの話じゃない気もするんだよね。どういうこと？周りに合わせるとか自分の意見を言うとか。国によって考え方が全然違うじゃない？確かに。日本では当たり前のことでも別の国では不思議に見えるし。逆もあるよね。だから面白いんだ。大事なのはどっちが正しいかじゃないのかもしれないね。違いを知ること？そう。違いを知って、そういう考え方もあるんだって思える方。それって今日話した和ともちょっと似てるかも。本当だ。同じになるんじゃなくて、違いがあっても一緒にいること。それができたら素敵だよね。なんか今日、日本のことだけじゃなくて、人のことも少し分かった気がする。それは嬉しいな。皆さんの国ではどうですか？周りに合わせることが多いですか？それとも自分の意見をはっきり言う方ですか？日本との違いも気になる。ぜひコメントで教えてください。楽しみに待ってます。それじゃあ今日はこの辺で。今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もお願いします。とっても励みになります。お願いします。それではまた次回。またねー。